こんにちは。今回は5月のクエスト14を合体ロボ2種類の共用パーティーで攻略解説していきます。編成難易度は限りなく下げたつもりなので、ほとんど組めない人はいないはず。ではパーティーの解説いきますね。今回のパーティーはこちら。ガチャキャラが一部使われていますが、代用はたくさんあります。ただ代用すると HP がきつくなるので、なるべく HP が多くなるように代用キャラを選んでください。まずリーダーの選び方。どちらでも通用するようにパーティーは組みましたが、ウルフデイトナ、ロイヤルノーチラスともに強み弱みがはっきりしています。両方持っている人は自分の好みに合わせて好きな方を選んでください。ではサブ解説。まずビッグマムですが、ここは大量に出現するダメージ無効キャラをさばくために採用しています。代用は3ターン以内で無効貫通できるキャラ。変身でもそうでなくてもどっちでも OK です。今回は HP を考えて変身キャラのビッグマムを選びました。次はナインガルダ、軽減ループ枠です。これがいないと敵キャラの攻撃が痛すぎて受けきれません。毒とお邪魔耐性の枠も兼ねているので、ニューガンダムなどで代用するときは他の枠で足りない耐性を補ってください。次はガムート、モンハンコラボの昔からいるハズレ枠のキャラですね。レインボーメタルドラゴンの動きを止めたり、クリシュナの吸収ターンをずらしたり、とにかくいろいろな役割がある今回のキーキャラです。この1体で HP もめちゃ持っているので、代用する場合は HP の量に要注意です。サブ4体目はブリ。無課金でも誰でも作れるキャラなので作ってください。持っているなら MTG のカーンを連れていくとより強いです。続いてアシスト。リーダーには雪の下のハーバリウムをつけています。途中で毎ターン消せない状態にされる階層があるので、その対策としてリーダーに消せない回復洗剤をつけています。それを付与するために今回は2体攻撃の覚醒スキルを付与しています。ウルフデイトナの場合は火力アップも見込めます。代用は2体攻撃とスキルブーストを持つ武器。超異母感がたくさんあるので、できる限り下に書いておいた武器にしてください。ビッグマムのアシストはラクシーヌ。ナインガルダで対策できていない暗闇耐性を補っています。ということで暗闇耐性がある武器なら何でも OK。 スキルブースト付きの武器だと他の枠の代用が広がり、チーム HP 強化付きだと安定度がアップします。ナインガルダのアシストは門松。お正月イベントで誰でも交換できた武器なのでみんな持っているはず。代用はありません。1階の敵が闇属性だったので、今回はヘイストの代わりにこれでスキル試します。次はブラックロータス。変身のためのヘイストスキルとして使えます。スキルブーストを2個持ったヘイスト武器は現状これしかないので完全な代用はありません。持っていなければスキルブースト1個持ちで良いので、3ヘイスト武器を代わりにアシスト。それでどこか別の枠でスキルブーストを1増やしてください。ブリのアシストは極楽鳥。ここも MTG のコラボキャラです。1階の属性吸収対策として使えます。ヘイストも有効活用するので、その2つの両方の効果を持ったキャラを連れて行きましょう。スキルブースト持ちのキャラも結構いるので、持っていたら優先的に採用するとよりグッドです。最後にフレンドの選び方。ウルフデイトナの場合は2体攻撃の覚醒を2個つけているフレンドを選びましょう。よくいるショーテルアシストで OK です。ただ理想はツバイハンダー武器。神攻撃キラーが全ての敵に刺さって火力が段違いです。潜在覚醒は遅延耐性が2個、欲を言えば4個あると嬉しいです。ロイヤルノーチラスの場合は火力より耐久力を高める方が良いです。よくいるプリムとかアマツマガ土の武器とかがベストですが、火力はそこそこ足りているので L 字はあまり気にしないでいいでしょう。潜在覚醒はよくいる遅延耐性4とかで大丈夫です。では次、このパーティーで実際のダンジョンに潜ってみます。後半の立ち回り解説ではロイヤルノーチラスを使います。ウルフデイトナを使う場合は使うスキルを読み替えてください。最初はネフティスが出現します。まずはいつも通りリーダーとフレンドを変身。それからビッグマム、門松の順でスキルを使います。
それで1コンボします。相手が闇属性なので門松のスキル効果で完封。次のターンはブラックロータスを使ってまた1コンボ。この1コンボの時はなるべく強化ドロップを残すようにしましょう。また1コンボです。2段階変身スキルが溜まったので片方だけ変身します。ロイヤルノーチラスの場合、回復ドロップが大量に生成されるのでこのタイミングで回復してしまいましょう。ウルフデイトナの場合は続けて1コンボで大丈夫です。このターンから攻撃します。ビッグマム、残りのフレンドの変身スキル、極楽鳥、リーダーのズンデスキルを使用。全力攻撃します。そうすると HP が半分以上削れるはず。ナインガルダのスキルがたまり直したのでそれと一緒にフレンドのスキルを使って突破です。2回ワルミエルが出現。クエスト恒例のレインボーメタルドラゴンの乱入もここからです。無効貫通スキルが溜まっているはずなのでそれで全力コンボします。盤面が微妙ならその前に盤面聖地を挟んでも OK。 一発目の火力が超重要なので不安なら攻撃色を呼んでください。その後2ターン盤面を整地して無効貫通スキルを貯めます。スキルが溜まった頃には盤面がいい感じになっているはずです。貫通スキルを使ってその盤面で倒しきります。ここで乱入した時はガムートのスキルで動きを止めてその間にツーパンしてしまいましょう。どこで乱入したとしても立ち回りは同じです。3階はファミエルが出現。2階に続けてダメージ無効を張っています。なので2階と立ち回りはほぼ一緒。前の階層でビッグマムのスキルを使ったばかりなのでここでは2ターン聖地を挟みます。それで全力コンボ。その次も2ターン聖地、そして全力コンボ。ウルフデイトナだと属性相性が悪いのでさっきより硬そうに見えますがショーテルの武器を使っていると意外とあっさり削れます。ここで乱入した時もさっきの階層で乱入した時と全く同じ。これ以降も全く同じなので以降説明は省きますね。4階はバールが出現。この敵は先制行動も含めて毎ターン1色を消せなくしてきます。普段 L 字消しをするロイヤルノーチラスも1色は4個消しをして消せない状態を回復しつつ攻撃をする必要があります。うまくいくとワンパンすることもできますが今回の動画では具だった展開を想定して複数ターンかけて突破しています。ウルフデイトナを使っている場合は何も気にせずいつも通り4個消しを繰り返してください。5回はクリシュナが出現します。今回はガムートで威嚇をかけて死に際でターンをずらしてダメージ吸収を対策します。
まず最初は少なめのコンボで敵の HP を少しでいいので減らしましょう。ある程度減らしたらその後は吸収ターンが残り1になるまで耐久。あと1になったらガムートだけ使って盤面整理。その後にリーダーフレンド療法を使って一気に倒します。もし前の階層で乱入があってこの階層でガムートがスキル遅延を最大数食らってしまった時だけ罪となっています。すみません。ボスはユリシャが出てきます。 HP が多いのにもかかわらずダメージ無効があります。時間はたっぷりあるので殴り合います。まずブリを使って HP 回復。1コンボ耐久で盤面整地を2回。ビッグマムの貫通スキルを使って全力攻撃。これを超根性まで繰り返します。ただしユリシャは HP が半分になった時に覚醒無効状態にした上で毒花火、さらに大ダメージを放ってきます。これに対応するために超根性を発動させるときはガムートとブリのスキルは必ず使える状態で、かつ HP は自動回復込みで150万くらいにはなるようにしてください。ブリのスキルをうまく使いつつ敵の攻撃も利用して回復ドロップをうまく消すのが重要。今はなかなか回復できないので耐久しています。長いので早送りにしますがもうしばらくお待ちください。回復ドロップが潤沢にあって HP を確保できそうで、ブリもガムートも使えるので攻撃しに行きます。全部毒にされたのでガムート、ブリ、ロイヤルノーチラスでなるべく毒を上書きしつつ回復します。毒を消すと大ダメージを食らうので消さないように1コンボ。覚醒無効状態なので爆弾や暗闇を生成されてしまいます。このターンもそれを消すのに集中。攻撃は必要ありません。その次のターンから攻撃です。超根性発動前のパターンを同じように繰り返して HP を削り切ります。そこからは発狂ラインに入るか入らないか、そこだけが勝負です。倒しきることができました。以上、クエスト14の編成難易度低め攻略でした。ご視聴ありがとうございました。